美味しいものは好きですか？生理学的には、甘み、酸味、塩味、苦味、旨味の5つが基本味とされています。その中でも、旨味の発見は、日本人によるものというのはご存知でしょうか？日本では古くから昆布だしが使われ、昆布に含まれる成分に美味しさの素があると、経験的に知られていました。これに注目した池田菊苗博士は、その正体を明らかにする研究を始め、1908年、昆布からグルタミン酸を取り出すことに成功。グルタミン酸が昆布だしの主成分であることを見出し、その味を旨味と名付けました。現在ではその他に、鰹節に含まれるイノシン酸、干し椎茸に含まれるグアニル酸も加え、旨味として国際的に呼ばれています。日本の文化からの発見。では、あれはどうなのでしょう。今回は、日本ゲイヒストリーと題して、ゲイの日本史を解説していきます。ですが、今回は時間の関係上、歴史上の興味深いトピックスだけを取り上げ、それぞれの時代を掘り下げるのは、また別の機会を設けることとします。この動画は、その前編です。日本ゲイ史には、主に3つの言葉が登場します。男色、修道、そしてゲイです。先生、ゲイは前回勉強しましたが、男色と修道とは一体何ですか？男色、修道はゲイと同様に、男性同士の性愛を指す言葉です。しかし厳密に言えば、現代の同性愛、ゲイとは別のものだ、という意見があります。ですが、日本のゲイ史を語る場合、この2つとゲイとを切り離して考えるということは不可能ですので、今回は同義として取り扱うこととします。さて、日本史の中で、一番古くゲイに言及したものは何でしょうか？江戸時代前期、伊原西閣の南色大鏡によれば、神代の時代から修道は存在していた、とあります。しかし、この記述には何の根拠もなく、固有名詞として挙げられている、日のちまろの命という神も、誰のことなのかわかりません。よく、弘法大師空海が、唐より持ち込んだという説を耳にしますが、こちらも誤りです。では、日本最古のものは何でしょうか？それは、日本書紀に登場する、あずなひの罪が最初の記事と言われています。日本書紀とは、720年に編纂された、神代から第41代、持統天皇までの時代を扱う歴史書です。あずなひの罪は、第9巻、神宮皇后の時代に登場します。ある時、神宮皇后が紀伊の国を訪ねると、昼なのに空はまるで夜のように暗く、そしてそれが何日も続いていた。不思議に思った皇后が、ある老人に尋ねると、2人の神主を一緒に埋葬したせいだろうか、と答えた。詳しい話はこうである。篠の葉振り、と天野の葉振り、は非常に仲の良い麗しき友、だった。しかし、篠の葉振りが病気で亡くなってしまうと、天野の葉振りは血の涙を流して悲しみ、麗しき友だった私たちが、どうして死んで同じ墓に入れないのか、と言って篠の葉振りのそばに横になり、そのまま自害してしまった。そのため、二人を合葬したところ、神の怒りを買ってしまい、空が暗くなってしまったのだという。この篠の葉振りと天野の葉振りの二人、同じ墓に入るために自殺までしていることから、ただの友人関係ではなく、同性愛の関係であったのだろうと言われています。そしてこれが、日本史における最初のゲイの記述となるわけです。先生、神様はどうして怒ってしまったのでしょうか？二人がゲイだったからですか？カエルくん、いい質問です。ありがとう。
この場合、何が神様の怒りを買った罪だったのかは、はっきりはわかっていません。二人の関係性が罪だった、という意見もありますが、古代日本では同性愛は宗教的な禁忌ではありませんでした。老人も、男性同士が愛し合っていたからではなく、二人を合葬したためだと言っていることから、この場合の罪は、神主二人を同じ墓に入れたから、または血縁者ではない二人を、同じ墓に埋葬したからではないかと言われています。二人を墓から出し、別々に埋葬し直したところ、空は元のように晴れたと言われています。ちなみにこのあずなひが何を意味しているのかも不明で、日本書紀の他に、この話を見ることはできません。次に取り上げるのはご存知、万葉集からの恋の歌です。元号、令和は万葉集からの出典ということでも、一時期話題となりました。そんな万葉集の中から一首、芸に関係していると言われている歌を紹介します。我が聖ことを、二人しればやまた神。里には月は、照らずともよし。こちらは、高岡の河内村寺が詠んだ一首です。河内村寺は、奈良時代後期の公家で、万葉集には彼の歌が2首再録されています。ですが下級肝心のため、その他の記録はあまり残っていません。さて、この歌の意味ですが、愛しいあなたと二人でいるから、高い山に遮られて、月の光が届かなくても構わない、という意味です。なんともロマンチックな歌ですが、一体どのあたりが同性愛と見られるのでしょうか。普通、男性が女性に呼びかけるときには、君、という言葉を使います。一方で、せこ、というのは、女性が夫や恋人に対して呼びかける際に使用する言葉で、対象は男性です。つまり、この歌は男性である河内村寺が男性に対して愛しいと呼びかけている、つまり同性愛の関係にある相手だと言われているのです。万葉集にはこのような歌が、いくつも存在します。さて、冒頭でも説明しましたが、日本に男色を持ち込んだのは空海であるという俗説があります。これは意外と古く、江戸時代には通説として広く流布していました。空海が日本に帰国したのは805年、同性愛も中国からその頃に入ってきたと信じられていました。空海が日本の同性愛文化の祖、ということはありえませんが、寺院内における僧侶と稚児の関係をもたらした、という可能性は考えられます。僧侶と稚児の性的な関係を匂わせる記述が、この頃から増え始めるためです。この場合の稚児とは、男色の対象とされる若年の男性のことを意味しています。仏教は本来、女色、男色ともに禁止としていましたが、時代が経つにつれて男色を許容していく文化が醸成されていくこととなります。平安時代では、藤原頼長が残した大記も外せません。これは、頼長が宮中の日記文化の中で、子孫のために残した日記なのですが、この大記には頼長の女性と、そして男性とのあけすけな下半身事情が惜しげもなく書かれているのです。内容はとてもここでは説明できないようなものもありますが、さらりと一つだけ紹介します。その夜、頼長は源義賢を夜の相手として寝床に招き入れます。そこでの義賢の振る舞いは無礼なものでしたが、頼長はそのようそれはよかった、嫌なはずだったんだけどこんなの初めてのこと、と書き記しています。義賢の無礼とは、そして今までになかった快感とはどんなものであるのか、その夜のことは二人にしかわかりません。この他にも、平安時代には数多くのエピソードがあり、この頃から男色に、単なる性愛だけではない、政治的、または宗教的な一面が見えてくるようになります。さて、今回は平安時代まで駆け抜けてきました。
ここから同性愛は武士社会、そして庶民へとさらなる広がりを見せていきます。次回にご期待ください。ご視聴、ありがとうございました。